本が山積みの状態になってまして、1メーター先にも行けない、まるでテトリスなんです。隙間がないんですよ。いやー、想定外ですよね。どういう生活をされていたのか、ちょっと本当に不思議で仕方がないんですよね。これちょっとマジでやばいかも。全貌が見えた。これだけ量があるの私初めてですね。大阪市内のですね、とあるワンルームのマンションに今から向かっております。50代後半の男性が単身でお住まいだったんですけども、病死のため孤独死されたということなんです。で、依頼者はご家族のお姉様からご依頼いただきまして、中の家財の撤去と特殊清掃の方をこなしていただきます。男性の母親が電話をしてもつながらない状態が3日続き、異変を感じた依頼者が管理会社に通報。駆けつけた警察がドアを破り、部屋の中を確認すると、住人の男性が亡くなっているのが発見された。死後5日が経過していたという。警察の方がですね、ベランダからはしごを立ててガラスを割って突入しようとしたんですけども、突入できなかった。中がね、ゴミ屋敷状態なんです。で、玄関からですね、突入して、お分かりいただけますかね、こちら。生々しいんですけども、電動カッターで切った後なんです。ご覧ください。中がね、このようなゴミ屋敷の状態なんです。雑誌や文庫本、これ冷蔵庫ですよね。段ボール類からありとあらゆるものが積み上がっていて、1メーター先にも行けない。今現在なんですけども、非常に強い刺繍感じてます。中の全貌が全くわからない状態なんです。警察は遺体を搬出する際に、玄関に積まれた荷物を一度外に出し、事件性がないことを確認した後で、再び荷物を中に戻して現場を後にしたという。一度崩された室内からは、ここに人が住んでいたという現実感の一切が失われていたが、そこに残された痕跡は、この場所で孤独死があったという事実を物語っていた。玄関の床面に体液があったりですね、特にこの玄関周辺でハエ、ウジ確認できてますので、おそらく本当にこの辺りでお亡くなりになられたということが考えられますね。これ間違いなく尿なんですよね。尿ペットボトルで発酵してですね、もうこういったものになってますね。身動き取れないので、当然トイレに行けないので、そこで排出されてた。あとこの辺り食品類あったので、ここで食事されてたのかなっていうような感じですね。家見える？全然見えへんですよ。全く見えない。隙間ないの？ないです。横崩していこうや、横。これちょっとマジでやばいかも。ずっとこの状態。何にも変わらへん状況が。
1時間が経過しても変わらない景色。これには業界屈指の実力者の近藤でも驚きを隠せなかった。いやー、想定外ですよね。もう本が山積みの状態になってまして、まるでテトリスなんです。隙間がないんですよ。ここで生活してたっていうのがちょっと考えられない。で、ある程度作業し始めたら全貌って分かってくるんですね。次の工程考えれたりとか、まだ何も次の工程も分からない、全く分からない未知の状態ですね、今は。床が見えた。初めて。大量の本を取り除き、ようやくリビングまで到達。しかし、そこで近藤を待ち構えていた光景は、全貌が見えた。これはすごい。警察官の方、ベランダからですね、当初ガラスを割って侵入しようとしたらしいんですけども、これは絶対無理ですよね。たどり着けないですよね。人が生活するという機能とは対照的に、人の侵入を拒絶するかのように、リビングは無数の本で埋め立てられていた。なぜここまで大量の本がワンルームに押し込められているのだろうか。依頼者によると、個人は古本収集が趣味で、昔から本に囲まれた生活を送っていたという。亡くなる直前までこの趣味を生かした古本転売で生計を立てていたが、実益を伴った趣味は彼の収集癖に拍車をかけ、徐々に個人を部屋の隅へと追い詰めていくようになったという。ワンルームのお部屋でこれだけ量があるの、私初めてですね。少しずつ切り開いていくしかないですよね。これだけ物があれば。自身の身長を優に超える本の山。その威圧感に圧倒されながらも、近藤の手は着々と山肌を削っていく。しかし突然、よろめきながら外に出てきた近藤。その顔には深い疲労の色が蓄積していた。今日の気温38度。防護服を着てマスク装着して締め切った室内に入るのは非常に体力使いますよね。防護服を着たまま作業するのは危険と判断し、まずは玄関の特殊清掃を優先させることに。お亡くなりになられているのがこの玄関の空間、ちょうどこの辺りにゴミが溜まってましたので、体液は下の方まであまり行ってなかったんですね。この玄関扉ですよね、ちょうど住民さんがこう接触するような形で前屈するような姿勢でですよね、足を曲げて、その状態でお亡くなりになられたらしいです。やはり少量なんですけども、体液が付着しております。ちょうどこのポストのとこ見ていただけますかね。髪の毛がついてるんですよね。この裏面にも体液がやはりついてますので、警察から引き上げられる際に付着したのかもしれないです。
このような特殊清掃が必要な案件は年々増加しているという。この現状について近藤は危機感を抱いていた。明らかに増えてますよね。去年と一昨年も多かったんですけども、今年は本当に毎日ご依頼いただいている状況ですよね。孤独死が日常的に起こっている異常事態といいますか、今そういった現状ですよね。大阪市で発生した孤独死件数は2017年の1077人から2022年の1489人と6年間でおよそ 1.4 倍まで増加している。内閣府は孤独死の実態を把握する必要があるとして初の全国的な統計を公表。その結果、2024年に孤立死した人は21,856人にも上ることが明らかになった。人とのつながりが希薄化し、社会から孤立する人が増え続ける日本。人知れず亡くなっていく人をこれ以上増やさないために、私たちは今、意識改革と具体的な行動に迫られている。5000箇所の除菌、消毒が完了し、ここからの作業は防護服を脱いで行う。廊下に積み上げられていた本が取り除かれると、長年本によって閉ざされていたバスルームのドアが姿を現した。しかし、そのドアの向こうには、ここがね、ユニットバスになるんですよ。中開けて私もびっくりしたんですけども、ぎっちり。すごいですね。主に書籍類、文庫本、漫画本、すっごい詰まってます。バスルームを隠すように本で塗り固められた壁。取り出すことのできなかったこの本は、個人にとってどんな意味を持っていたのだろうか。予定の時間まで搬出を進め、この日は作業を終えた。この日はリビングとバスルームの搬出作業を並行して進める。大概ゴミ屋敷とか、はい、物屋敷とか、はい、こういった現場って、はい、やっぱりこの居住スペースが、はい、スポッとこのね、空間がどっか抜けてるとこあるんですけども、はい、そういうのが一切ないですよね。みっちり詰まってるというか、もう本当に初めてに近い状態で、どういう生活をされていったのか、ちょっと本当に不思議で仕方がないですよね。はいはい、2日目の正午、作業の手はついにリビングの最下層まで到達。そこに残されていたものは、この部屋での過去の生活を化石のように語りかけてくる。そんですね。時の方はもしかしたらここでお休みになってたのかもしれないですね。13年。そこまでは部屋を封鎖するぐらいはまだ溜まってなかった。そういうことですよね。
長年本によって閉ざされ、暗闇に包まれていたリビングが少しずつその本来の姿を取り戻していく。町工場で日の光が見えてきた。この部屋に日光が差すのは何年ぶりなのだろうか。これまで部屋に充満していた圧迫感は光に触れるとふっと軽くなった。作業を進めていると、机の引き出しから一枚の写真と免許証が。そこに写っているのは会社に勤めていた頃の個人のようだった。こちらに住まれてた方？そうですね、おそらくこちらにお住まいだったお亡くなりになられた方ですよね。非常に真面目そうで、もうこれだいぶ昔の写真ですよね。96年の写真になるんですけども、会社勤めはおそらくされてたんだろうなというスーツ姿で、きっちりとしたような方の印象を見受けられますね。写真に写った個人の様子からは、部屋がこのような状況に陥るとは想像できなかった。彼の部屋がこのような状態になってしまった背景に、一体何があったのだろうか。親族の妹様の方からですね、もともとIT 関係、コンピューター関係の企業にお勤めになられてて、そこでもストレスが溜まってですね、塞ぎ込むようになってしまって、でお仕事を辞めて、でちょうどここの住宅を借りられた、マンションを借りられたということで、でちょっとずつやっぱり精神的に参っていらっしゃって、どうも引きこもりがちというか、そういったお話は聞かせていただきましたね。やはりそこからちょっと生活がリズムがおかしくなったというか、物をやっぱり溜め込むようになっちゃったりとか、そういう風になったのかもしれないですよね。ただゴミ屋敷というか、ゴミ屋敷であってゴミ屋敷でないんですね。ゴミ屋敷って普段食べかすであったり、コンビニ柄、弁当柄とかペットボトルとかよくあるんですけど、そういったゴミがほぼないんですよ。やっぱり自分の大切なものだったのかもしれないですし、ある意味コレクションに埋もれて追いやられていったというふうに考えられますかね。作業開始から3日目。玄関から始まった片付けの旅は、ついに部屋の反対側まで到達した。やっとたどり着きましたよね。ベランダまで、わずか数メートル距離なんですけども、すごい時間いっぱいかかっちゃいましたよね。生々しいんですけども、特にお亡くなりになった時とかですね、警察まず突入する際、窓を破ってですね、鍵を開けて正面から入っていくんではなく、窓から入っていくのが一応一般的になりますので、そういった物件多いですよね。ちょっとね、結構物が散乱している状況になるんですね。警察が突入する際ですね、窓を破って開けて、そびえ立つ壁があった、ゴミがあったと思うんです。それを出したような形。ただ、あまりにも量が多すぎて諦めたのかなとちょっと思いますね。そしてついに3日間にわたる清掃作業が終了した。どうもお疲れ様です。無事作業の方完了いたしました。中の荷物の撤去と
特殊清掃ですよね、無事完了いたしました。で、本来であればハウスクリーニング、清掃と原状回復も必要かなと思ってたんですけども、今回このマンションに長年お住まいであるということがありまして、管理会社がおそらくですよ、リフォームされるということで一旦この作業で完了となります。で、今回非常に特殊な現場でワンルームのお部屋で3日間かかってるんです。ぎっちり隙間ないところでですね生活されてて、物に追いやられて、最終的には玄関の本当にこんなわずかなスペースで原因不明でお亡くなりになられてたんです。孤独だったか孤独ではなかったのかもわからない。ただ追いやられてその方が亡くなったのは事実なんです。物が人を追い込む、そんな風に私は感じた現場だったんです。ぎっちり隙間のない状態、住民の方にも影響が絶対にあると思うんです。余裕が生まれるわけもなく、次第に心は閉ざされ、孤独だったかどうかはわからない。ただ最悪の最後を迎えてしまった。ゴミや物が溜まっていって悩んでいる方、早めに我々のような業者に相談ください。そのアクションは決して恥ずかしいことではございません。連絡すること自体が面倒かもしれません。しかしその先にはさらに面倒な最悪の事態が待ち受けているかもしれません。ぜひお考えいただければと思います。ありがとうございました。